2026年の春、韓国ソウル郊外の小さな音楽教室で、一人の老人がピアノの前に座っていた。指先が鍵盤の上でそっと止まる。震えている。でも、その目は泣いていなかった。静かに、ただ静かに、微笑んでいた。隣には、白髪の女性が座っている。彼女の目には、涙が光っていた。この日、老人は初めて、自分のために音を鳴らした。50年という歳月を超えて、ようやく、その音は、完璧ではなかった。音程も、リズムも、まだ整っていない。それでも教室の中にいた全員が、息を飲んでいた。誰も、何も言えなかった。なぜなら、その音の向こうに、半世紀分の約束が聞こえたから。この物語は、ある工場で50年間働き続けた、75歳の男性の話だ。毎朝、夜明け前に家を出て、毎晩、夜遅くに帰ってきた。休んだ日は、一日もなかった。雨の日も、雪の日も、体が辛い日も、彼はただ黙って工場へ向かった。機械の轟音が、毎日彼の耳を包んでいた。50年間、ずっと、そして定年退職を翌日に控えたその夜、彼は一本の電話をかけた。近所の音楽教室に、ピアノを習いたいのですが、と、受話器の向こうの先生は、一瞬言葉に詰まったという。なぜ今なのか、なぜピアノなのか、その答えには、50年前に交わした、たった一つの約束があった。妻がかつて、音楽の夢を諦めた日に、彼が静かに言った言葉、いつか、俺が代わりにやってみせる。あの日の言葉が、半世紀の時を経て、今ここで形になろうとしていた。長い時間が流れた。でも、彼は忘れていなかった。妻も、忘れていなかった。二人は何も言わなくても、ずっとその約束を胸の中に持ち続けていたのだ。工場の騒音で傷ついた耳は、もう完全には音を聞き取れない。それでも彼は、鍵盤に指を置いた。音が、少しずつ、空気に溶けていった。この時彼が鳴らした音は、ただのピアノの音ではなかった。それは、二人の人生をもう一度、書き直す音だった。次は、この老人が一体どんな人生を歩んできたのか、その50年間の物語から始めていこう。彼の名前は田中義雄、75歳。生まれは九州の小さな炭鉱町だった。父は甲府で、母は家で内職をしていた。家に余裕などなかった。学校を卒業したその日から働くことが当たり前だった時代の話だ。25歳の時、義雄は大阪の自動車部品工場に職を得た。小さな町から出てきた若者にとって、それは大きな一歩だった。毎日、機械がうなり続ける工場の床に立ち、金属を削り、部品を組み立てた。騒音は、朝から晩まで止まることがなかった。最初のうちは、耳が痛かった。やがて、慣れてしまった。という方が正確かもしれない。その工場で、彼は50年を過ごした。一日も欠かさず、通い続けた。雨の日も、台風の朝も、体が少々悲鳴を上げた日でさえも、なぜそこまで続けられたのか。それは、帰る場所があったからだ。工場から戻ると、妻の浩二が夕飯を用意して待っていた。テーブルの上に湯気が立ち、小さなラジオから音楽が流れていた。義雄はその音楽が何なのか、よくわからなかった。でも、浩二がそれを聞きながら台所に立つ姿が、好きだった。浩二は若い頃、ピアノが弾きたかった。結婚する前、彼女は音楽の専門学校に通うことを夢見ていた。しかし、家の事情がそれを許さなかった。夢は静かに、引き出しの奥にしまわれた。それきりだった。義雄はそのことを知っていた。でも、何もしてやれなかった。工場に行くことが、精一杯だったから。50年という時間は、長い。子供たちが育ち、巣立ち、孫が生まれた。二人だけの食卓が、また戻ってきた。ラジオの音楽は変わっても、浩二が台所に立つ姿は変わらなかった。そして2026年の春、義雄はついに定年を迎えた。50年間、毎朝手に取っていた作業着を、最後に畳んだ。工場の門を出るとき、彼は振り返らなかった。前だけを見ていた。心の中には、ずっと温めていた、一つの約束があった。浩二が諦めた夢を、自分が代わりに叶える。
そのために、まず自分が弾けるようにならなければならない。そう決めていたのだ。次は、この二人がどのように出会い、その約束がどのように生まれたのか、出会いの場面から語っていこう。昭和49年、春のことだった。工場の近くにある小さな食堂。そこで、彼は初めて彼女と出会った。浩二は、カウンターの奥で静かに働いていた。白いエプロンをつけて、丁寧にお茶を注ぐ姿。騒がしい食堂の中で、彼女だけが静止画のように見えた。彼は毎日、同じ席に座るようになった。注文はいつも同じ、日替わり定食と、温かいお茶。本当の目的は、料理ではなかった。浩二の話を聞くために、通い続けた。ある日、彼女が小さな鼻歌を歌っているのに気づいた。洗い物をしながら、誰にも聞こえないようにそっと、でも彼には聞こえた。歌が好きなんですかと、思い切って声をかけた。浩二は少し驚いて、それからはにかんだように笑った。ピアノが弾きたかったんです。子供の頃から、ずっと、その言葉が、心に刻まれた。二人は少しずつ話すようになった。浩二が語る夢はいつも音楽のことだった。ピアノを習いたい。いつか自分の好きな曲を弾けるようになりたい。目を輝かせながら話す彼女の声が工場の騒音とは全く違う音に聞こえた。結婚したのは出会いから2年後のことだった。式は小さかった。お互いの家族と数人の友人だけ。でも幸子は本当に嬉しそうだった。その夜、彼は小さな約束をした。いつかピアノを買おう。習い事もさせてあげたい。浩二は笑ってうなずいた。いつかね。と言いながら、しかし現実は厳しかった。子供が生まれ、家のローンが重なり、毎月の生活費を計算する日々が続いた。ピアノどころか、習い事に使えるお金など、どこにもなかった。浩二は一度も文句を言わなかった。ただ、時々台所で鼻歌を歌っていた。それだけが、彼女の音楽だった。彼はその度に、胸が痛かった。約束を守れていない。その思いが、50年間ずっと消えなかった。工場で耳が少しずつ悪くなっても、体が疲れ果てても、その痛みだけは消えなかった。定年の日、門を出た時、彼が前だけを見ていた理由が、ここにあった。後ろには後悔があった。前には、まだ間に合う約束があった。そして今、75歳の彼の手が、初めてピアノの鍵盤の前に置かれようとしていた。しかしそこには、予想していなかった壁が待ち受けていた。75年間、彼は音を聞き続けてきた。機械の轟音、プレスの振動、金属が噛み合う音。しかしピアノの音は、別だった。初めてレッスン室に入った時、先生が一つの鍵盤を押した。澄んだ音が、静かな部屋に広がった。彼は目を細めた。何かが、胸の奥で動いた気がした。だが、現実はすぐに彼の前に立ちはだかった。50年間、工場の騒音の中で働き続けた代償は、大きかった。高い音と低い音の違いが、うまくつかめない。音程を耳で正確に拾うことが、難しかった。先生が弾いた音を、もう一度弾いてみる。何かが違う。でも、どこが違うのか、わからない。彼は静かに、先生に言った。すみません。もう一度、お願いできますか？先生は何も言わずに、もう一度弾いた。彼はじっと、鍵盤を見つめた。諦めようとは、思わなかった。なぜなら、この場所に来るまでに、50年かかっていたから。その夜、家に帰ると、妻が食卓にお茶を置いて待っていた。どうだった？彼は少し笑って、答えた。思っていたより、ずっと難しかった。妻は、そっと微笑んだ。そうよ。私も最初、そうだったわ。その一言が、彼の胸に刺さった。彼女も、かつてその壁の前に立っていた。夢を手放さなければならなかった夜が、あった。あの頃、彼女は何も言わなかった。ただ、笑って、別の道を歩いた。しかし今、彼は同じ壁の前に立っている。彼女の代わりに、それだけではなかった。翌日のレッスンから、妻が一緒についてきた。先生の隣に座り、夫が弾く音を聞いた。音程がずれると、そっと肩を叩いた。言葉にはしない。ただ、旗にいた。彼は鍵盤を見ながら、思った。50年前、
彼女が一人で諦めたあの夜、自分は隣にいたのだろうか。今、自分の隣に彼女がいる。この逆転が何よりも胸に響いた。壁はまだそこにある。耳が完全には戻らない。音程は今も時々ずれる。それでも指は動いた。ゆっくりと不器用に。しかし確かに人生の転換点とは華やかな場所にあるとは限らない。古びたレッスン室の小さなピアノの前にもある。75歳の手と隣に座る73歳の妻と2人でようやくたどり着いたその場所に、そしてその壁を一つ一つ越えていく中で彼らは気づき始める。この時間そのものが2人にとって最も深い幸福だったということに。幸せとはいつも静かにやってくる。大きな声で名乗りを上げることも派手な光を放つこともなく、ただ気づいた時にはもうそこにいる。75歳の冬、三郎は初めて知った。鍵盤の上に置いた指がわずかに震える瞬間のあの温かさを思い返せば、幸せだった日々はいつもごく小さなものの中にあった。若い頃、工場帰りの夜道を妻と並んで歩いた。手をつないで何も話さなかった。それだけで十分だった。子供たちが眠った後、二人でお茶を飲んだ。テレビもラジオもつけずに、その静けさが何よりの宝だった。しかし人生はいつも穏やかではない。三郎が50年勤め上げた工場で、ある朝、異変が起きた。妻の節子が胸の痛みを訴えたのだ。検査の結果は心臓の病気だった。手術が必要だと医師は静かに告げた。その日の帰り道、三郎は一人で歩いた。50年間毎朝歩いたあの道を、足が重かった。音楽を習い始めたばかりのあの頃、節子はいつもレッスン室の隅に座って聞いていた。目を細めて夫の不器用な指の動きを見つめていた。その笑顔が三郎の支えだった。しかし手術の後、節子はしばらくレッスンに来られなくなった。三郎は一人でピアノの前に座った。隣の椅子が空白のままだった。その重さに気づいた時、三郎は初めて涙をこぼした。ピアノの音が聞こえにくい耳に。それでも彼は弾き続けた。節子のために。節子が戻ってきた日、三郎は一曲弾いた。ゆっくりと。音はところどころ外れた。しかし節子は目を閉じて最後まで聞いた。ありがとう。たった一言だった。けれどその一言に50年分の時間が詰まっていた。幸せとは完璧な演奏ではなかった。幸せとは二人で同じ時間の中にいること。それだけでもう十分だった。失いかけて初めて見えてくるものがある。三郎はそれを75歳になって初めてはっきりと知った。節子が隣に戻ってきた日から二人のレッスンは再び始まった。今度はもっとゆっくりと、もっと丁寧に、一日一日を大切に重ねるように。この時間を支えてくれたのは二人の歩みをそばで見守り続けたある存在だった。ピアノの前に座るたびに三郎は何度も迷った。これでいいのだろうかと。75歳の指は思い通りには動かない。耳は音の輪郭をはっきりとは捉えられない。正しい音を出しているのか外れているのか、それすら自分ではわからないことがある。そんなある夜、三郎はレッスンの帰り道、こうつぶやいた。もうやめようかと。半世紀工場の騒音の中で生きてきた。定年を迎え、ようやく静かな時間を手に入れたのに、それなのになぜこんなに苦しいのか。上手くなれない自分が情けなかった。節子の夢を自分は本当に叶えられるのか。その問いが夜ごと心に重くのしかかっていた。その時支えてくれた存在がいた。ピアノ教室の講師、田中先生だった。60代半ばの女性で、長年子供たちにピアノを教えてきた人だ。三郎が初めて教室の扉を開けた日、先生は驚いた様子を一切見せなかった。ただ静かに微笑んでこう言った。いらっしゃい。何歳からでも音楽は始められますと。その言葉が三郎の緊張をほぐした。田中先生は音程を正確に覚えることよりもまず音を楽しむことを教えた。三郎の耳が完全ではないことを知った上で、指の感覚で覚える方法を丁寧に伝えた。
鍵盤の幅、指の重さ、音が空気に溶けていく感覚、聞こえなくても感じることはできる。先生はそう言って、三郎の隣に座り、一緒に鍵盤を押さえた。その日から、三郎の中で何かが変わり始めた。やめようと思っていた夜のことが、少しずつ遠くなっていった。節子もまた、三郎の支えだった。レッスンの翌朝、節子はいつもお茶を入れて待っていた。何も言わずに、ただそこにいてくれた。うまくいかない日も、指が思うように動かない日も、節子は決して焦らなかった。あなたが弾いてくれるだけで、嬉しい。その一言が、三郎の背中を何度も押した。二人で過ごす時間が、少しずつ豊かになっていった。音を通じて、言葉では届かなかったものが、伝わるようになっていた。やがて三郎は気づいた。うまく弾けることが目的ではなかった。この時間そのものが、二人の人生をもう一度編み直す、大切な糸だったのだと。支えてくれる人がいる。隣にいてくれる人がいる。それだけで、人は前へ進める。三郎はそのことを、75歳になって、深く知った。そして季節が変わる頃、三郎の指に、ある小さな変化が訪れた。季節が変わる頃、三郎の指に、ある小さな変化が訪れた。最初は本人も気づかなかった。それほど、ゆっくりとした変化だった。鍵盤に触れるとき、以前は必ず一瞬、ためらいがあった。これで合っているだろうか。音がずれていないだろうか。そのためらいが、いつの間にか消えていた。指が、自然に動くようになっていた。完璧ではない。音程が曖昧なまま終わる日もある。リズムが乱れて、やり直す夜もある。それでも三郎は、鍵盤の前に座り続けた。50年間、工場のラインに立ち続けたように、一日も休まず、黙々と、続けた。その姿を、妻の浩二はいつも静かに見守っていた。声をかけすぎない。せかさない。ただそこにいる。それが浩二の、優しさだった。三郎は気づいていた。妻が若い頃、音楽を諦めた理由を、生活のため、家族のため、自分の夢よりも、大切なものを選んだ。それが浩二という人間だった。だから三郎は、続けた。うまく弾けるかどうかは、関係なかった。この指が動く限り、約束を果たし続ける。それが、三郎の決意だった。ある日の夕暮れ、三郎はいつものように椅子に座った。楽譜を広げた。浩二が若い頃、口ずさんでいたという曲だった。先生から教わって、少しずつ覚えた。短い旋律、深呼吸を一つ。指を、鍵盤に置いた。そして弾き始めた。最初の音が、静かな部屋に広がった。2音、3音、ゆっくりと、丁寧に、震えながらも、確かに続いた。浩二は台所から出てきた。何も言わずに、三郎の隣に立った。三郎は弾き続けた。止まらなかった。曲の終わりまで、一度も止まらなかった。音が消えた後、しばらく沈黙があった。やがて幸子が、小さく言った。聞こえた。ちゃんと聞こえた。三郎は振り返らなかった。ただ、深くうなずいた。目の奥が、熱くなっていた。50年という時間が、この一瞬に、静かに溶け込んでいた。変わったのは、指だけではなかった。三郎自身が、変わっていた。工場の騒音の中で聴けなかった音楽が、今、この部屋に満ちていた。そしてその夜、三郎はある決意をした。それは、二人の物語が、最後の章へと向かう、始まりだった。その夜、三郎は一枚の紙を取り出した。古びた便箋だった。結婚した年に、妻の浩二が書いた手紙だった。いつかピアノを弾いてみたい。でも、もうそんな夢は諦めます。あなたと生きていくことが、私の音楽です。三郎は何度もその文字を読んだ。50年間、ずっと読んでいた。そして今夜、初めて返事を書いた。遅くなってごめんな。でも、ちゃんと届けるから。翌朝、三郎はピアノの前に座った。いつもより背筋が伸びていた。先生の前で、三郎はゆっくりと口を開いた。今日、妻に弾いてやりたい曲があります。それは、浩二が結婚式で流したかったと言っていた曲だった。エリーゼのために、三郎の指が、鍵盤に触れた。最初の一音が、静かに部屋に広がった。音はまだ不揃いだった。リズムも、完璧ではなかった。
でも、その音には何かがあった。50年分の重さが、一音一音に込められていた。工場の騒音の中で耐えてきた時間、家族のために諦めてきた時間、言葉にできなかった愛情、すべてが、その音の中に溶けていた。三郎は途中で指を止めなかった。震える指で、最後まで弾き続けた。曲が終わった瞬間、先生は声を出せなかった。ただ、目に涙を溜めて、静かにうなずいた。三郎は鍵盤を見つめたまま、小さく言った。下手くそやな。そして、少し笑った。その夜、三郎は浩二の手を取った。リビングのピアノの前に、二人で座った。聞いてくれるか。浩二は何も言わずにうなずいた。三郎の指が、再び鍵盤に触れた。音は、やはり揺れていた。でも幸子は、目を閉じて聞いていた。その方に、一筋の涙が流れた。50年前に諦めた夢が、今、目の前で形になっていた。彼女のために弾かれた音楽が、静かにこの部屋を満たしていた。三郎には、その涙が見えていた。補聴器越しでも、音は届いていた。完璧ではなくても、届いていた。それで十分だった。二人の間に、長い沈黙が流れた。でもその沈黙は、空虚ではなかった。50年間、言えなかったすべてが、その沈黙の中に満ちていた。三郎は思った。音楽とは、音の美しさではないのかもしれない。届けたいという気持ちそのものが、音楽なのかもしれない。工場の騒音の中で聴けなかった音楽が、ここに、確かにあった。二人の物語は、まだ終わっていなかった。それから、三郎の生活は少しずつ変わっていった。毎朝、以前は工場へ向かうために目を覚ましていた。今は、ピアノのそばに座るために起きる。それだけのことが、こんなにも違う朝を作るとは、思ってもみなかった。レッスンは今も続いている。週に一度、先生のもとへ通う。指は相変わらず、思うように動かない日がある。音程を外すこともまだある。でも三郎は、もう焦らない。完璧に弾くことが目的ではないと、気がついたからだ。弾くという行為そのものが、今の自分の生きる時間になっていた。花江も変わった。以前は、夕食の後すぐに部屋へ引き上げていた。今は、三郎がピアノの前に座るのを、椅子を引き寄せて隣で聞いている。何も言わないこともある。ただ、そこにいる。それだけで、二人の夜は随分豊かになった。先日、近所の公民館で小さな発表会があった。三郎は出るつもりはなかった。先生に勧められても、最初は首を縦に振らなかった。しかし花江が、静かにこう言った。聞きに行きたい。その一言で、三郎は決めた。曲は、エリーゼのために、だった。50年前、花江がピアノを諦めた日に、ラジオから流れていたという曲。三郎がそれを知ったのは、レッスンを始めてしばらく経った頃のことだった。先生に、何か弾きたい曲はありますかと聞かれ、花江に尋ねると、彼女はそっとその曲の名前を口にした。三郎は黙って、うなずいた。発表会の当日、舞台に上がった三郎の手は、少し震えていた。客席に花江の顔が見えた。緊張が、スーッと引いた。弾き始めると、音は完璧ではなかった。途中で一音、外れた気がした。でも三郎は止まらなかった。届けたい場所が、はっきりと見えていたから、曲が終わった。小さな拍手が起きた。三郎は舞台の上で、花江の方を見た。花江は拍手しながら、目を細めていた。泣いてはいなかった。ただ、笑っていた。50年間、見たことがなかった顔で、三郎は思った。遅すぎることは、何もなかった。始めた日が、その人の最初の日になる。そしてその日から、物語は動き出す。二人の物語は、今もまだ、動き続けている。遅すぎる。という言葉がある。でも本当にそうだろうか。三郎さんは75歳で、初めてピアノの鍵盤に触れた。50年間、毎日工場に通い続けた手で、機械の音で傷んだ耳で、それでも、弾いた。上手くなかったかもしれない。音程を完璧に聞き取ることは、今でも難しい。でも彼は、弾くことをやめなかった。なぜなら、それは自分のためだけの話ではなかったから。花江さんが、若い頃に手放した夢があった。生活のために、家族のために、静かに諦めた音楽があった。
三郎さんはその夢を半世紀越しに拾い直した。誰かに頼まれたわけではない。約束したのは二人だけが知る遠い日の会話の中だった。人はよく言う。今更始めても意味がない。と、もう遅い。と、でも考えてみてほしい。始めなければ永遠にゼロのままだ。一歩踏み出した日がその人の第一歩になる。75歳の第一歩も15歳の第一歩と同じ重さがある。むしろ積み重ねてきた時間の分だけ深い意味を持つかもしれない。あなたの人生にもきっとある。ずっと心の片隅に置いてきた何かがやりたかったのにできなかったこと、誰かのために諦めてしまったこと、それはまだ終わっていない。今日この瞬間もその扉は開いたままだ。三郎さんと花江さんの物語は今も続いている。静かに、でも確かに動き続けている。あなたの物語も同じように動き出せる。始める日は今日でもいい。最後まで見てくれてありがとうございました。もし誰かに届けたい言葉だと思ったら、ぜひ一人に送ってみてください。